どうも、フィッシャーズ主力です。今年の不運はまだありました。腹が立つ。地味にクリケットです。めちゃくちゃムカつかないんだけど、ストレスがずーっとね、地味にかかるの。例えるならどのくらい地味かっていうと、ポケモンの毒ぐらい。ちょっとずつ減ってくやつ。あのぐらいストレスが溜まる。何が起きたかっていうのをね、説明いたします。僕の家にですね、侵入者が来ました。いやもう拍手じゃないんだよ。その侵入者はですね、決まって朝に来るんですよ。しかも人の家に侵入しといてめちゃくちゃ大声出すんですよ。敷地内に思いっきり入ってくるんですよね。しかもあろうことかね、僕の顔色を伺い家族まで連れてくる。ほっといたら家族連れてくるんですよ。さらにひどいのは、家族を連れてきてなお人の家でうんこすんすよ。大量のうんこ。俺養ってんじゃねえかなってぐらい好き放題しやがる侵入者がいるんですよ。腹立つのはね、むちゃくちゃ汚して帰ってくるんです。朝になると大声出すし、で俺起こされるし、それで。正体はですね、鳩です。鳩がね、朝来るんすよ、毎朝。ベランダに泊まるんすよね。めちゃんこうんこしてくし、羽をその辺にばらまいて帰ってきやがるんですよ。お前の家に俺の家建てていいかみたいな顔すんすよ。来るたんびね、僕追い払ってたんですよ。こらって言いながら。で、飛んでくんすけど、ちょっと離れたところからもう一回戻ってくるんですよ。で、ある日、っていう声がもうやまなくなって、もうどうしよっかな、ほっとこうかなと思ったんですけど、ほっとくとほっとくで、ここ大丈夫だなって思われて、以後ずっと巣を作られるらしいんですよ。夫が奥さん引き連れて、お前の家に家作っていいかみたいな面しやがるんですよ。やめてくれと思ったのもつかの間、家できてました。おっきい家。すごい大きい家。ローン何歩ぐらい組めばあの家できんのっていうでっかい家できたんですよ。僕ん家のベランダがあるんですけど、ここの下のところ、ここに室外機があって、まあこれハンマーなんですけども、これ気にしないでください。ここの室外機の裏、この場所にね、今ないんですけど、クソでっかい巣作られたんですよ。これその証拠ね。ほら、これ羽です。僕ん家のね、ベランダまだあるんですけど、こっち側がひどい。はい、このありさまです。鳩の糞だらけ。これね、骨が折れるんですよ、掃除。もう片方の室外機もこんな感じです。室外機の下がね、こんな感じにね、糞まみれなんですよ。で、ここに絶対入ってきたんだよね、あいつら。よーく見るとほら、木の枝とかあるんですよ、あの辺に。毎朝ね、ポロッポーと泣きわめくんすよ。どこからか知らんけどさ、枝とか草とかいっぱい持ってきて、そんでなんかそこに勝手に巣作って、巣があって、そこにずっと鳩がいるんですよ。鳩はね、3月の下旬から5月の上旬に巣を作ります。まあ確かにそのくらいに巣作られました。巣作りから巣立ちまで約2ヶ月あります。2ヶ月もあんなとこやられたらたまったもんじゃねえのよ。鳩は休憩や待機の段階で巣を作っていいか安全かどうかを判断いたします。何が判断いたします。鳩が巣を作るタイミングって産卵の時らしいんですよ。だから鳩に巣作られたら、あ、もう産卵されるんだなって思った方がいいわけよね。自分らでまあなんかどかしたりしちゃなんかいけないっていうことを聞いてて、専門業者とか駆除会社に連絡して巣を撤去してもらわなきゃいけないらしいの。それほどなんかいろいろやるらしいんだけど、基本的にはもう手は出せないと。僕いじれないなと思って、もうそのまま見守るしかなかったんですけど、そもそも鳩って病原菌とか持ってるから、素人が触ったらそれに感染する可能性もあるわけね。素手でやったりとかしていけないわけよ。なんか革手袋とかピンセットとか使ってトングみたいなの使ったりしてやんなきゃいけないみたいな。鳥獣保護法で、保護されているがゆえに危害加えたり捕まえたりっていうのは法律違反になっちゃうらしいんだよね。危害を加えることもできないけど、巣を作られたら早く駆除しなきゃいけないと。僕のね、室外機のところに、巣を作って、もう早くこれ連絡しなきゃと思って、鳩がね、そこでポロッポーつって泣いてるわけですよ。ずっと座ってんの、鳩。普通さ、人が目の前に立ったら立つじゃん、鳩ですら。ずうずうしくずーっとこうやって俺の方見ながらポロッポーって泣きながら座ってんのよ。はぁ？これおかしいな、なんかあんじゃねえかなと思って横からチラッて見たら卵あったんですよ。許可もなく人の家で産卵してんじゃねえよと。俺の許可なくそこで卵を2個も産んでんの。2個だよ、2個。その時の写真ね、こちらです。ちょっとこの写真見づらいけど、羽がすごい産卵してるの分かるでしょ。で、羽がいっぱいあって巣作ってるわけですよ。で、お腹の下にチラッと白いの見えるかな。これが、卵です。お腹のところなんか濡れてるんですよ、毛が。さっきお前産んだんかと。卵ね、2個も
この写真で確認できます。こんな感じでね、人の家に勝手に巣を作り、そこで出産をしてるんですよ。これ人間だったら偉いことよ。人の家の中に勝手に家作ってんだもん。で、なんか DIY しましたみたいな。この間までなかった家あるぞ。バカンって開けたらめちゃめちゃ子供産んでんの。やばない？俺絶対言うもんね、目の前で見たら、こらーって言うもん。しかもね、これ巣を作る前に、休憩がてら使ってるわけよ。もう言ったら、俺からしたらお前不法侵入なわけよ。鳩側に法とかってないわけじゃん。こっち側の法はあるよ。その鳥獣保護だったりあるけど、鳩側に法律ってないから、こいつら、顔こうやって伺っていけんなと思ったら休憩こうやってして、うわ今日も疲れたわーとか言って羽休めはいポロッポーポロッポーみたいな感じで休みやがってんの。でその休みついでにでもこの敷地いいなーね、家建てちゃうっていう感じで建ててんのよ。でそこで卵を産んでんのよ。めちゃくちゃ腹立ったからもう即刻この巣は撤去しようと僕電話いたしました。そしたら駆除いたしますと言ってくださってですね、来てくれると家に。ようやく鳩のポロッポー生活ともおさらばだと。あいつだけならまだ救われるよ。ここめっちゃいいっすよみたいな。友達にさ言いふらすやつとかいるじゃん。いやマジこの辺住みやすいよみたいな。お前も来ちゃいなよみたいなノリで、その辺の友達とかさ、なんか近しい鳩軍団たち連れてきたら俺のベランダ鳩まみれになるわけよ。そんでね、ある日来てくださったんですよ、駆除の会社の方がね。で家に上がってもらって「すいません」っつって「鳩どこにいますか？」そこです作ってますって言ったら、鳩はその時いなかったんかな。ちょうどね出先ってここなんだけどな、お前がうち来てっからちょうどね出てたんですよって言い方もやだな。俺があいつ受け入れてるみたいになるから。ちょうどその時鳩いなくて巣に卵だけが残ってた。でもね1個減ってて、あれ2個だったのになと思ったら1個室外機の下で腐ってたらしいんだけど、これ自分らじゃ到底手に負えないものなんだろうなと思って、これどういう作業すんのかなって俺気になってずっと見てたんですよ。なんか特殊なことすんのかなと思って、どんな作業すんのかなって見てたら、じゃあ作業入らせてもらいますっつってでっかい袋出してきたの。バサッて開けて巣見っけて、どうやって取んのかなと思ったら手袋してわしポン終了です。早い！わしづかみならわしでもできるぞ。でもね、僕に何らかのことがあったらっていうのがあるし、法律だからね、しょうがないんですけど、早っって言っちゃったの。であとこの辺も掃除してくれますっていう話になったから、それはありがたいなと思って、軽くね羽とか糞とかを掃除してもらったりして、トングみたいなねのでこう取ってさ、こう捨ててもらって、それでね速やかにやっていただき、無事終了いたしましたと。でお金を払うわけなんですけど、1万円ぐらい払ったの。1万！勝手に巣作られて勝手に産卵されて、パシッザバポン1万たっけー！正直びっくりした。こんなにお金かかるんだって。運が悪かった。運悪く鳩が巣を作って産卵されたと。もちろんですよ、僕が鳩をおびき寄せたとかないよ。パンとかさちぎってさ鳩おいでおいでとかしたこともないし、勝手に来て勝手に作られて掃除した結果1万。どういうこと？マジでついてねえなと思ったな。腹立つわこの顔。気分転換にベランダ出てさ、なんかジュース飲みながら外見たいとかもあるわけじゃん。そんな中さ糞まみれで鳩がいてってもう最悪やんね。というわけでシルクロードの家に侵入者が入ってきました。正体鳩でした。鳩の迷惑行為に困ってますっていうね状態です。招かれざる客とはこういうことだね。今後ともね僕も気をつけます。動画見てくれてありがとう。セカンドウェイ、Twitter、Instagram、他にもいろいろ